皆様こんにちは、セリナです。今回はコメント欄でたくさんのリクエストをいただきましたセルフォーク2022ホリデーコレクションイレーション・イン・ザ・ネクスト・イヤーより10月21日発売の第1弾バティックアイパレット EX02 ポジティブモーションと11月2日発売の第2弾ベースメイクキット B をご紹介していきます。今回アイシャドウがかなり注目度の高いアイテムとのことでご紹介が遅くなってしまったのですがオンラインや店舗などでもまだ在庫があるとのことでしたので1色ずつの単色塗りと全色を使ったメイクパターンをご紹介していきたいと思います。合わせて第2弾で発売されているベースメイクキットもご紹介していきます。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介やサブチャンネルではご質問やリクエストいただいたクリスマスコフレの比較などもアップしておりますので気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。また動画の更新情報などはインスタグラムやツイッターで更新しておりますのでぜひこちらもチェックとフォローしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。セルフォーク2022ホリデーコレクションイレーション・イン・ザ・ネクスト・イヤー新時代へのポジティブなエナジーまっすぐにそしてエナジェティックに Y2K のパワフルでポジティブな内から湧き上がる高揚感をセルフォークらしい洗練モードで表現しました。高揚感で心を満たすピンクレッドと大小の星々の輝きが降り注いだようなグローリアスなゴールドのきらめきが新たな時代へのポジティブな期待感を高め一人一人のエンパワーメントへと昇華させます。またうたびに満たされる祝福に満ちたコレクション時代のその先へ続いていくということでご紹介していくのはファーストラインナップ10月21日発売のバティックアイパレット EX02 ポジティブエモーション華やかなグリッターとモードなピンクで高揚感あふれるアイシャドウ光と溶け合うようなニュアンスの重なりで抜け感と奥行きのある表情に角度によって輝きが変化するグリッターが重ねても濁らず色と輝きがきらめくクリアな発色を演出します。植物由来オイル高配合で滑らかな伸びと高い密着感を実現メイクしたての美しさが続きます。続いてセカンドラインナップ11月2日発売のベースメイクキット B 華やかなホリデーシーズンに血色感と上品なきらめきをまとった肌に仕上げるベースメイクキットセット内容はムードパレット EX01 天然由来成分 91% でクマやシミ、ニキビ跡、毛穴などの肌悩みをカバーしつつ肌なじみのいいコーラルカラーを仕込むことで内側から蒸気したような多幸感あふれる肌を作るカラーコンシーラー続いてレアファイルースパウダー EX02 ミニサイズ天然由来成分 99% で肌の血色を表現した粒の異なるレッドパール配合で華やかで透明感のある表情に温かみのあるカラーパールをセレクトし溶け込むような上品なツヤをまとう肌に仕上げます。そしてネオグロースキンオイル N こちらも天然由来成分 98% 美容オイルとパールのきらめきでみずみずしいツヤ肌を作るスキンオイルまずはベースメイクキットからご紹介していきたいと思います。こんな感じでオイルとパウダーそしてコンシーラーがセットされているのでまずはスキンオイルからご紹介していきます。毎年ホリデー限定のベースメイクキットに入っているオイルとのことでかなり人気商品だそうです。スキンケアオイルとのことですが手元で見た感じかなりパールやラメが配合されていますよね。実際に顔の上にのせるとどんな感じなのか見ていきます。こちら側ですね半分に塗ってみます。テクスチャーとしては本当に滑らかであまり重たくないタイプのスキンケアオイルという感じですね。でもオイルのツヤは出ますが顔の上にのせても
そこまで手元で見た時のような強いパールやラメは目立たないですね。はい、こちら側半分にスキンケアのオイル塗ってみました。オイルのツヤと顔を動かした時にこの中心あたりにシルバー系のラメがキラッと輝くかな程度なので、そんなにギラギラしてしまうという感じではないですね。天然由来成分が 98% なので、夜のスキンケアオイルとしても使えるとのことでした。ベタベタする感じでもなくて、さらりとしたオイルなので、メイク前も使いやすいです。はい、全顔にオイルを塗った上に、今回ファンデーションは、こちら、カネボウのライブリースキンウェアを重ねてみました。上からファンデーションを塗ると、ラメなどは全くわからなくて、オイルのツヤが綺麗に出ているような感じですね。つるんとしたツヤ肌に見せたいという時や、乾燥が気になってうまくファンデーションが塗れないという時にベースに仕込んでおくとすごく塗りやすくなると思います。続いてはムードパレット、コンシーラーパレットをご紹介していきます。こちらもとても人気のコンシーラーの全て限定色タイプとのことで、中央のタイプがファンデーション代わりにもなるような緩いテクスチャーのコンシーラーで、一番下は少し硬めのカバー用のコンシーラー、そして一番上は仕込みのチークやアイシャドウにも使えるタイプとのことです。まずこの真ん中の緩めのコンシーラーで目の下などの広範囲をカバーしてみたいと思います。こんな感じの付属のコンシーラーブラシがついていますが、かなり小さめなので、広範囲をカバーするときはこのような平筆の大きめのものを使うのがおすすめです。今回はウェアミネラルのコンシーラーブラシ使っていきます。中央のみを取って、まず目の下ですね。伸ばしていきます。手元で見た時もかなり伸びが良くて、本当に BA さんもおっしゃっていたように、ファンデーション代わりにもなるようなテクスチャーだったので、肌の上にのせても部分用のカバーコンシーラーというよりも広範囲向けのタイプですね。すごく綺麗に肌にフィットしてくれます。はい、まずこちら側の目の下広範囲にコンシーラー塗ってみました。かなり滑らかなので、もともとベースに塗っているファンデーションもカバー力はすごくナチュラルなタイプですが、そこまでハイカバーになるというわけではないですが、程よくカバーもして綺麗に肌に馴染んでくれています。先ほどブラシで塗りましたが、指に取って塗っても全然綺麗に馴染んでくれるので、少しファンデーションの崩れが気になったなという時にお直し用として持ち運ぶのにもすごくいいなと思いました。中央のコンシーラーだけだとだいたい標準色か標準色よりもワントーン明るいくらいのカラーの方にぴったりかなと思います。続いて一番下のカバータイプと2番目のカラー合わせて気になる部分カバーしていきたいと思います。やはりカバータイプはすごく密着度も高くて少し硬めのテクスチャーです。こちらはブラシ塗りの方が使いやすいですね。肌にピタッと密着するのでタップしながら重ねていって周りをぼかしていくような感じで塗っていきます。こんな感じでそこまでハイカバーという感じではないですが、ある程度の赤みや色ムラはカバーしてくれる感じですね。この一番下のカラーだけだと結構オレンジっぽく発色してしまうので、上から2番目のカラーを取って重ねていきます。はい、こんな感じで下のカラーと中央のカラーを混ぜ合わせてカバーした後にさらに中央のカラーを上から重ねました。こんな感じで重ねていくとしっかりとオレンジのコンシーラーでカバーした上に肌の色に近いようなカラーを上から重ねることで赤みや色ムラも気にならなくカバーしてくれるかなと思います。重ねても重たくならないところがすごく使いやすいです。はい、こんな感じで全体的に気になるところカバーしました。重ねていけばカバー力も増しますが、全体的に緩めのテクスチャーのコンシーラーなので、ツヤは消さずにカバーしてくれるようなタイプですね。ツヤ肌付きの方にもすごくいいコンシーラーだなと思います。では最後、一番上のカラーを指に取って、チークとして塗ってみたいと思います。すごく絶妙な
柔らかい血色感のあるカラーで可愛いですね。テクスチャーはカバーのコンシーラーと同じくらい少し硬めです。ただタップしていけばこんな感じで綺麗に馴染んでくれます。ベースにスキンケアオイルを塗っているということもあって、こういった練りタイプもかなり塗りやすくなっていますね。はい、こんな感じで一番上のカラーチークとして塗ってみました。ほんのり血色感があるような少し深みのある絶妙なレッドという感じで可愛いですね。指でタップしていけばこんな感じでツヤツヤに仕上がります。アイシャドウとしても使えるとのことでしたが、テクスチャーはかなりコンシーラー寄りなので、目元に使うのには少し崩れは気になるかなという印象です。ベースメイク使いの方が個人的にはおすすめです。では最後、フェイスパウダー塗っていきます。このフェイスパウダーにもかなりラメが乗っていますよね。試作のパフはこんな感じでかなり肉厚のタイプです。顔の中心やベタつきが気になるところにパフで押さえるように塗っていきます。パフでのせるとこんな感じで結構ラメがわかりますね。このパウダーは既存の人気パウダーのパールとラメ入りタイプとのことです。手元で見た感じ、ベースの粉質は結構サラサラだなと感じましたが、肌の上にのせてもこんな感じで微粒子パウダーでしっかりとテカリや皮脂を抑えてくれるような感じです。はい、フェイスパウダーを塗るとこんな感じです。額や顔の中心の皮脂やテカリが気になる部分にパフで塗ってみましたが、手元で見た時と同様かなりサラサラに仕上げてくれて、肌の凹凸を滑らかにフラットに見せてくれる軽やかなセミマットタイプのようなパウダーですね。セットになっているオイルやコンシーラーなどが全体的にツヤ感がしっかり出るタイプだったので、内側を保湿しておいて最後パウダーでしっかりと皮脂やよれを防止してくれそうです。映像では分かりにくいかなと思いますが、特に鼻のあたりに微細なラメがキラッと輝きます。最後、スキンオイルをハイライト代わりにメイクの上から重ねるのもおすすめとお伺いしたので試してみたいと思います。肌の上にのせるとそこまでラメは分からなかったので、ハイライト使いもどうかなと思いましたが、オイルのツヤ感は足されるので、日中の乾燥が気になった時などにツヤ出しと保湿で使うのにもいいかもしれませんね。はい、さらに上からハイライト使いでオイルを足してみました。やはりベースメイクが完成した上から重ねてもあまりパールやラメはわからないですが、オイルの濡れツヤ感はプラスされるので、濡れツヤ系のハイライトをお探しの方には保湿も一緒にできていいかなと思います。ただマスクなどのコスメには少し弱くなってしまうかなと思いますので、日中の乾燥が気になった時に塗るのにはおすすめですが、ベースメイクに仕込んだ方が使いやすいかなとは思います。こちら側はベースメイクに仕込んでいる状態ですが、それでも結構ツヤは出ていますよね。ではここからはバティックアイパレットのホリデー限定色 EX02 パンをまずは単色塗りでカラーを見ていきたいと思います。まず左上のカラー。今回ものすごく華やかなカラーですよね。発色もかなりいいです。もうこんな感じですごく伸びがいいので、指で塗ってもちゃんと発色させつつ綺麗にぼかすこともできます。はい、1色目はこんな感じです。パウダータイプのアイシャドウなのにかなりしっとりとしていて、まぶたの上でもしっかりと発色してくれます。ただすごく滑らかなタイプなので、ぼかしていけば指でも綺麗なグラデーションになってくれます。カラーとしてはパレットを見たままのようなピンクレッドのカラーで、自然なツヤは感じますが、ふわっと肌に溶け込むセミマットのような質感です。すごくトレンドっぽいカラーでじわっとしていて可愛いですね。続いて右上のカラーです。2色目もしっかりと発色します。ゴールドラメが可愛いです。はい、2色目もこんな感じでまぶたの上でもしっかり発色してくれます。
しっとりとした粉質なので結構ラメが輝いていますが、ラメのザラザラ感は感じにくくて肌にピタッと密着してくれています。ベースも深みのあるゴールド系で大人っぽいアクセントカラーですね。ホリデーの特別感もあって素敵です。続いて左下のカラー。こちらのカラーはすごく肌なじみのいいナチュラルなくすみベージュという感じですね。ラメも輝きますが微細なラメでベースとしても使いやすそうです。はい、3色目はこんな感じです。指でしっかりのせていくとくすみベージュの上にゴールド系のラメが輝きます。このゴールドラメがアクセントになっていて可愛いですね。最後、右下のカラーです。こちらはパレット上で見るとかなり派手なカラーに見えますが、意外とベースのカラーに透け感があって、ピンクやゴールドなどの多色のラメがぎっしりと詰まっているような感じですね。すごくツヤ感が綺麗です。はい、4色目はこんな感じです。しっかり指で重ねてもやはりベースに透け感があるので、お手持ちのアイシャドウの上から重ねたりしても可愛いかなと思います。微細なピンクやゴールドなどの多色ラメがぎっしり散りばめられていて、顔を動かすためにキラッと輝いて、こちらもホリデーシーズンらしいカラーですね。ではここからは全色を使ったメイクご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っておきます。ベースのカラーを入れておくことでツヤやラメ感が足されて可愛いと思います。続いて左上のカラーを指に取ってアイホール全体に先ほどのベースのカラーの上に重ねていきます。レッドのカラーは意外とまぶたの上にのせてみるとツヤやラメを感じなかったので、ベースのカラーと合わせることでこんな感じで程よいツヤが出て可愛いですよね。続いて右上のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に太めのライン状にゴールドを入れて締めていきます。ゴールドもラメカラーですがかなり発色がいいので意外とこんな感じで締め色効果も発揮してくれます。ラメカラーを目尻にのみ入れることでホリデーシーズンらしい華やかな印象に仕上がります。続いて右下のカラーを指に取って黒目の中心にトントンと重ねてさらにラメ感とツヤ感を足していきます。ピンク同士の組み合わせすごく可愛いですよね。こんな感じでかなり立体的なツヤが足されます。最後、付属のチップの細い面に右上のカラーを取って下まぶたのまつげの際全体にしっかりとゴールドを発色させて、そのまま左上のカラーを取ってさらにゴールドラインの上に細くレッドを発色させていきます。下まぶたにもこのレッドの血色感を入れておくと一気に今っぽい表情に見えて可愛いですよね。はい、こんな感じでアイシャドウパレットホリデー限定の EX02 番全色を使ったメイクが完成しました。セルボークのアイシャドウはかなり発色がいいので全色組み合わせると派手になるかなと思われる方もいらっしゃると思いますが、上まぶたにレッドとゴールドを組み合わせても絶妙なカラーなので肌にじんわりとにじむようになじむ感じでとてもトレンドっぽい印象の目元に仕上がりますよね。個人的にはこのレッドのカラーがすごく絶妙で可愛いなと思いました。下まぶたにのせるとぐんと今っぽい印象になっておすすめです。は
はい、ではこんな感じでたくさんのリクエストをいただきましたセルボークのホリデーコレクション2022第1弾で発売されたアイシャドウパレットと第2弾で発売されたベースメイクキットをご紹介していきました。ベースメイクキットはツヤ肌好きの方にはかなりおすすめのキットで、ベースに塗ったスキンケアオイルも長時間撮影している間も汚く崩れることもなく、乾燥が気になるという肌タイプの方にはかなりおすすめだと思います。個人的にはコンシーラーパレットの中央の質感がすごく使いやすくて、カバー力はそこまで高いというわけではないですが、ささっと指でもファンデーション代わりにお直しに使えるところが持ち運びにも便利だなと思いました。大注目のアイシャドウはスウォッチなどで見るよりもかなり可愛くて、どのカラーも発色が良く、でも滲むように綺麗に馴染んでくれる質感がすごく絶妙で、トレンド感のある目元を作ることができるパレットでした。他のホリデーパレットとはまた違った印象の仕上がりなので、こちらもすごくおすすめです。まだオンラインや店舗などでも在庫はあるとのことでしたので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。